初めて敵の飛行機を落とした時、この人は30歳を過ぎていました。戦闘機の操縦者になって10年余りが経っていました。10年。その間一度も落とせなかったんですか？落とせなかったというのとは少し違います。今日は磯崎千歳という搭乗員の13年の話です。大正2年1913年、磯崎千歳は愛媛の松山に生まれました。松山中学を出るとそのまま海軍に入ります。階級は4等水兵、一番下です。前回パイロットの入り口は5つあるって言っていましたよね。その一番下の入り口です。学校からでも予科練からでもなく、まず水兵として海軍に入り、そこから操縦に志願する。昭和8年1933年の3月、操縦練習生の19期を終えて磯崎は戦闘機の操縦者になりました。ここから階段が始まります。空母龍城、霞ヶ浦の航空隊。腕を磨きながら霞ヶ浦では教える側にも回りました。同じ頃、ここで操縦を習っていた一人に岩本鉄三がいます。後の撃墜王です。岩本は大谷と磯崎から教わったと伝わります。昭和12年1937年、日中戦争が始まると空母加賀に乗り組んで約1年前線に出ました。昭和14年1939年の末からは大陸の基地航空隊に移って桂林への攻撃に参加しています。戦闘機に乗って6年が過ぎました。撃墜はゼロです。腕が悪かったわけじゃないですよね。攻撃に行っても迎え撃つ敵の飛行機が上がってこない、そういう巡り合わせが続いたのです。昭和15年1940年の11月、空曹町に進級。翌年の10月、台南航空隊に配属されます。開戦の2ヶ月前です。昭和16年1941年12月8日、アメリカとの戦争が始まります。その3週間余り後、大晦日の記録が残っています。台南航空隊の戦闘行動調書、そこに名前があります。飛走長磯崎千歳。開戦の年の12月31日、ボルネオのタラカン攻撃、63小隊の一番機です。一番機って戦闘ってことですか？小隊を率いる位置です。同じ表には隊や中尉の名前が並んでいます。一番下の入り口から入った人が開戦の年の暮れには士官と同じ列に立っていました。この時も空戦はありませんでした。機銃弾88発、地上への銃撃です。南方作戦の後、昭和17年1942年、内地に戻って大村航空隊の教員になりました。撃墜ゼロのまま教える側なんですか？飛行時間はもう数千時間です。操縦の腕は部隊が一番知っていました。ただ証明する機会だけがなかった。昭和18年1943年の4月、磯崎は少尉に進級します。4等水兵から始まった階段が士官に届きました。251航空隊の一員としてラバウルに進出しました。ソロモンの航空戦が一番激しかった場所に一番激しい時期に入りました。着任からほどない6月16日、この日の飛行機隊戦闘行動調書が残っています。朝9時20分、ゼロ戦30機が部下の基地を発進しました。任務は爆撃隊の護衛です。磯崎は第3中隊の機番号1、任官して2ヶ月の少尉が機を率いる側にいます。昼の12時15分爆撃、12時35分空戦に入りました。交戦した敵はおよそ100機と記録されています。30機で100機ですか？磯崎の欄にはこうあります。グラマン F4F1 機撃墜、20ミリ機銃160発。記事の欄には崩した字でグラマン4機を追った、 P38、P39 と交戦したと読める語が並んでいます。夕方5時30分、ラバウルに帰着しました。出撃
30機、帰着24機。紙にはそれだけが書いてあります。6機は帰らなかったんですね。未帰還の欄に3人の名前が残っています。大木、奥村、大谷。霞ヶ浦で磯崎と並んで教えていたあの大谷です。爆撃侵入直前より消息不明。死んだとは書いてありません。いつからわからなくなったかだけが書いてあります。ルッセル島の上空。この日の一機が磯崎の初めての撃墜でした。30歳を過ぎていました。同じ日の同じ表に西澤弘義の名前があります。後に撃墜王として知られる搭乗員です。撃墜王と10年かかった1機目が同じ紙に並んでる。2週間後、6月30日の調書が同じ綴りにあります。6月16日に30機の先頭にいた指揮官大野中尉、その名前が未帰還の欄に移っています。6月30日、磯崎の2番機として飛んでいた広森も帰りませんでした。磯崎の名前はこの日も1番機の欄にあります。204空201空の分隊長として部員ラバウル、撃墜を積み上げながら半年余りを飛び続けて生き残りました。昭和19年1944年の3月、内地に戻り厚木の302航空隊へ本土の防空です。そして翌年昭和20年1945年の5月、最後の部隊に移ります。343航空隊戦闘301飛行隊の分隊長、紫電改という新しい戦闘機と歴戦の搭乗員を集めた海軍最後の精鋭部隊です。紫電改の高に出てくるあの部隊ですか。その部隊です。この343航空隊は磯崎の故郷松山で編成されました。ただ磯崎が着任した時、部隊はもう松山にはいません。南九州の基地で B29 を迎え撃つ空にいました。磯崎はその空で終戦を迎えました。4等水兵から始まった会談の最後の段は海軍大尉でした。総撃墜12機と記録されています。磯崎千歳は生きて戦争を終えました。そして戦後48年平成5年1993年まで生きました。戦闘機だけで13年4000時間余り。最初の1機までにそのうちの10年。天才の物語はたくさん残っています。これは積み上げた人の記録です。この人のことは概要欄の蔵にもう少し置いてあります。次の1枚も探しに行きます。チャンネル登録とこの動画の高評価がその力になります。どうぞよろしくお願いいたします。